皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。はい、今日は今 HCR にやってきました。はい。で、松永さんのブースにお邪魔しておりまして、はい、今日は松永の方にいろいろ車椅子について皆さんからいただいた質問を元に聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、自己紹介をどうぞ。松永製作所西日本担当荒木と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。はい。じゃあちょっとメモ見ながらやっていきたいと思いますけども、じゃあ最初に MP シリーズとは何ですか？はい、MP シリーズとは、障害のある方でも、車椅子ユーザーの方がですね、社会にガンガン参加されるような方、そういったアクティブユーザーに向けて作らせてもらった松永製作所のブランドになっております。はい。はい、私が今乗ってるのも、MP っていうところですね。はい。で、簡単に言えば介護用品の車椅子も松永さんは作ってるので、普通におじいちゃんおばあちゃん介護施設、介助が必要なタイプの方の車椅子も扱ってるっていうところですね。はい、そうです。はい、ありがとうございます。MP シリーズのラインナップ教えてください。はい、MP シリーズには AMAX エントリーモデル用で出てます AMAX2 であったり、今渋谷さん乗ってらっしゃる、シードという固定車、はい、ちょっと海外っぽいデザインであったり、かっこいいデザインのものが多くなってますね。お子さん用も MP に入るんですかね？一応はい、ピースという小児用の製品が一応あります。はい。それぞれ車でいう車種みたいなところで、AMAX、EMAX、KMAX みたいなのがあると思うんですけど、はい、それぞれでやっぱちょっとした特徴があるので、そこは皆さんチェックして、まず見た目からね、見てもらって、どこまであとは自分のいいようにいじれるのかみたいなのは相談して作っていくっていうことが基本となるのかなと思います。はい。私 YouTube でもシードの紹介をしましたけども、改めてシードのアピールポイントをお願いします。こちらがですね、弊社松永製作所の固定車でございます。シードというモデルになっています。一番の特徴なんですが、弊社のこの MP シリーズに関しましては、はい、パイプの径が26パイという、直径が26ミリのものが多いんですけど、こちらは30ミリ。太め。超太めです。太めです。はい、で、以前、うちの方にありました CMAX は28ミリなので、一番太いものになっています。その太さが、このシンプルなフレームワークを再現できるようになっておりまして、下は何もないんですね。なので、とてもシンプルな見た目で、スタイリッシュな形状となっています。頑丈さの点なんですけど、一応フランスの CE マークを取得しておりまして、海外でも通用するぐらい強度はめちゃくちゃ高いんですよ。かなり体の大きい方でも安心して乗っていただける商品となっております。で、セミオーダーが可能っていうことなので、本当にだから大きい人でも自分の体に合ったことで、合ったもので作れるってことですね。そうですね。はい。小柄な女性でも乗っていただけるものになりますね。はい。パイプが太い、頑丈だから重いのかっていうことではなくて、全然普通の、私が今まで乗ってきた車椅子と同じ、10キロちょっと、はい、その人の体のサイズに合って作るので、ちょっと若干そこは変わると思うんですけど、でも私が今乗ってるシードで、10キロちょっとだったと思います。なので、だから重くなるってことはありません。はい、ありがとうございます。他にも新製品があるということで、ありがとうございます。ご紹介をお願いします。実は、はい、先ほど私が座っていたこちら、SMAX2 というものになります。はい、こちら来年の5月発売予定なんですが、SMAX を新たに一新しまして、デザイン性を少し向上し、よりシンプルなフレームにしました。余分なものを削ぎ落としていたんですよね。そういうことで、なんと1キロ軽くすることができたんです。何キロですか？今これが 9.4 キロですね。それだけだとこの製品売れないなっていうことで考えたのが、少し仕様、要は寸法とか、タイヤ選べるものとか少しギュッと減らしまして、もうすごい限定的なものになるんですが、色も一応このガンメタリックと白とマットブラック、この3色だけです。限定的にしたことで、出荷を早くしようっていうことになりまして、注文いただいてから2週間で出荷することになります。2週間 ?2 週間で来るの？本当に？頑張りますけど。なので、はい、これは、初めましての人が乗るというよりは、1台目がもう古くて早く欲しいな、みたいな人とか、ある程度車椅子の自分の仕様が分かってる人に関して、すごいおすすめっていうことですね。そうですね。はい。また、あとは、入院されてて、退院するまでに欲しいとかっていう方もいらっしゃってですね、そういった時間の制限がある方にも
おすすめです。なるほど。で、折りたたみですかね。できます。はい。こんな感じで。なるほど。じゃあこれが新製品。はい。SMAX2 です。で、なんと、またもう一つ面白いものがあるということなんですけど、アパレルメーカーさんとのコラボ。そうですね。はい。ちょっとまた移動しましょう。はい。じゃあ私もこっちに。回っております。回っております。車種は K-MAX を今、モデルにさせてもらってるんですが、こういったシートの部分で個性を出せるようにということで、日本のバスケットボールウェアブランドのアクターさんとコラボさせていただくことが決まりました。知ってる。私、もともとバスケ元彼がしてたから。ジャージもバスパンも持ってるし、ソックスも持ってます。おしゃれな、バスケしてる人とかだと多分結構知ってるブランドさんだと思うんですけど、これは背もたれがこうなってるってわけではなくて、もともとある自分の背もたれに対して、ほんと薄いこのカバーをかけてあげるってことですかね。はい。今までですと、例えば背中のこうバックサポートの部分が汚れてしまったりとかした場合、洗濯しないといけなくなるんですよ。車椅子に乗れない状態が出てしまったんです。ただこれをつけていただくと、これだけ外していただくことが可能ですので、このように。これをだけ選択していただいて、その間も普通に車椅子に乗っていただけるという状況を作ることができました。なるほど。これちょっとしかも、サラサラ系の素材ですね。本当にバスケットボールウェアで使われている素材を今回使っております。で、あとは、ここの、レッグの部分ですね。と、後ろのバッグもそうなんですか？バッグもそうですね。はい。でバッグとこのレッグベルト、足のベルトに関しましては、まだ素材をちょっと変えまして、より丈夫なものにさせていただいてます。本当だ、しっかりと。結構ちゃんと収納があるようなバッグで。で、これは今もう発売中？これはまだなんです。すいません。ただ、年内には発売スタートさせていただきたいと思いますので、まだ SNS 等でチェックしていただけたらなと思います。これはなんか限定何個みたいな感じなんですか？そうですね。先着にやってきます。先着、やばい。じゃあ、先着ということで、皆さん、松永さんの SNS をチェックしていただいて、発売しますよ、発売しましたよで、すぐ注文できるようにしていってほしいですね。そうです。はい。あと、この色なんですが、実はこのブルーとピンクのものと、このブルーとブラウンのもう2色展開になっておりますので。なるほど。じゃあ、好きな方を選べる。はい。ありがとうございます。で、次は、私が SNS の方で皆さんから、車椅子の疑問っていうことで質問を募集しました。で、そこで上がってきた質問を何個かお聞きしたいんですけど、例えばタイヤとかキャスターとかっていうのは消耗品だと思うんですけど、どのタイミングでタイヤ交換したりとか、例えばこういう風になっちゃうともうダメだよっていうのがいまいちやっぱりわからないんですね。なんかそういうのを教えていただきたいです。はい。ご質問ありがとうございます。その消耗品に関しては、交換時期では目安って実はあんまりないんですけど、実際に、ここに古い、もう消耗してしまったタイヤの方をお持ちしましたので、見ていただくと、まず、これが大体新品のタイヤですね。溝がはっきり見える。模様がはっきり見えるっていうのが一番のところですね。で、次にこれが消耗した方のタイヤになります。もう溝がなくなって模様もだいぶぼやけてきてます。これになったら、もうちょっと変えてもいいかなっていう感じであります。で、実際一番危ないのはこれです。もうなんか糸みたいなのが出てる。そうなんですよ。タイヤの中にある繊維が見えてきてしまってるんです。パンクしてしまう可能性があるので、こうなったらもうすぐ変えてください。で、あとキャスターなんですが、キャスターも同じで、まだ丸みがある。真ん中にこの接着した溝が残ってないと、これまだ全然新しいものなので、こういうのがあるんですけど、実際使っていってもらうと、こんな風にもう、四角くなってくるんですよね。こうなったらもう替え時ですね。接地面積が増えるので、転がりにくくなってくるんですよ。なので、こうなった時にはもう交換してもらってもいいかなというふうに思います。なんか私一回キャスターで、釘みたいな、ネジみたいなのを踏んでしまったことがあって、今刺さったんですよ。タイヤだったらそこからパンクっていうことが起こると思うんですけど、キャスターだったら別にそれを抜いただけで、ひびが入ってなかったりすれば交換はしなくてもいいんですか？いえ、交換してもらった方がいいですね。あらまあ。実はそういったところから避けていく可能性があったりします。やっぱりゴムであったり、樹脂であったり、そういったものでできてますので、やっぱり収縮するんですよ。熱とか気温とかによっても。それで、やっぱりどうしても劣化が早まってしまうので、変えてもらった方が本当はいいです。そうじゃなくても、やっぱ1年に1回とか、
か、販売店さんから、メンテナンスチェックしてもらうってことも大事ですかね。そうですね。こういったイベントごとであったり、誕生日であったり、そういった時に、一旦健康診断じゃないですけど、車椅子の方の健康診断をしていただけたらなというふうに思います、ね。なるほど。じゃあ HCR とかに来ても見てもらえたりするんですか？そうですね。チェックをさせていただきます。はい。ありがとうございます。自分が車椅子を買うって時に、なんかやっぱキャスターのサイズとか、タイヤのサイズって選べるじゃないですか。何を基準に選んだらいいのかなっていうのをすごい悩む方が多いそうなんですけど、基準ってありますか？基準はですね、まず生活環境によるのが一番大きいですね。動線上、生活する上で通る道であったりに、段差がどんなものがあるのか、坂道が多いのかとか、そういったところで判断するのが一番いいかなと思います。私は今これ、キャスターだと何インチ？これ4インチですね。4インチ。もう一回り小さいのもあるじゃないですか。こっちがちっちゃいか。MPC の日常車では4インチが一番小さいサイズになります。4インチと5インチ。松永さんだと、4インチが一番小さいけど、でも通常もっと小さいところもあるじゃないですか。あります。はい。私はこれくらいがいいなっていつも思ってます。ありがとうございます。線路とか、あとグレーチングでしたっけ、とかの溝に、やっぱはまらない。ので、やっぱこれくらいがおすすめで、タイヤに関しては、これ 24？4 ですね。25の人もいる。25も22もあります。それの違いは何ですか？実際体格であったりが一番大きいですね。手の長さとか、漕ぎしろって言うんですけども、タイヤを漕ぐ、どんだけ大きく漕ぐことができる人がいたりとかするので、それで選んでいただいたりが多いですね。なるほど。大きい方がかっこよくは見えるなって思うんですけど。そうですね。大きいと、ただ、その分このタイヤを回転させるトルクの力が必要だと思います。なるほどね。で、次、その乗り心地っていうところに関して、やっぱり、調整、シーティングっていうところ大事だと思うんですけども、なんかどういうところを気をつけたら、乗りやすさとか漕ぎやすさっていうのが変わってくるんですか？そうですね。乗りやすさ、このお尻の収まりやすさに関しては、この座幅であったり、お尻との角度、お尻の角度を選択してもらうのが一番いいかなと思いますね。それでやっぱ本人さんの残ってる筋力、残存機能っていうんですけど、それがどんだけ活かせるかっていうのを考えて、シーティングは選んでもらうのが一番ですね。でもやっぱりそれは、ね、なかなか自分ではわからないところがあるので、販売店さんであったり、だからこういうね、HCR っていうメーカーさんと会えばでも、ちょっと相談とかはできたりするんですか？そうですね。今だいたいこれぐらいのがいいんじゃないですかっていうアドバイスはできます。なるほど。じゃあHCR とか、他にもね、1年間の中で複式機店ってどっかで大きい小さいあると思うので、そういった場で聞いてもらってのもいいってことですね。そうですね。はい。ありがとうございます。座幅に関してなんですけど、一度購入した車椅子に関して、そこからその座幅を狭めるっていうことはできるんですか？そうですね。選べる寸法値は決まってはいるんですが、部品を交換していただけば座幅を狭めることは可能です。これも？これはできません。これはできない。固定車はできません。折りたたみだったら、自分が買った車椅子でも、後でから座幅を縮められるものもある。そう、縮められますし、広げることもできます。知らなかった。車椅子じゃあ新しいのを買いました。処分方法って、介護用品もそうですけど、どうやって処分したらいいんですか？そうですね。一番よくお問い合わせいただく言葉であるんですけど、各自治体によって粗大ゴミとして扱っていただけるところもありますので、まず自治体の方で確認していただくのが一番です。例えばメーカーさんであったり、販売店さんで、いくらで処分しますよっていうふうに言ってもらうこともあると思うんですが、それよりも多分断然安く自治体の方が多分引き取ってもらえると思いますので、じゃあ、その各自治体の、検索なり、聞いてみるなりで、処分するのが一番いいってことですね。ありがとうございます。最後の質問なんですけど、坂を下るとき、手でブレーキかけるじゃないですか。で、手が痛くなるんですよ。で、車椅子乗ってない方からもあるコメントなんですが、自転車みたいに、何かブレーキがつかないのか、みたいな、っていうのがあるんですけど、そういうのってあるんですか？一応あります。取り付けれる機種もいくらかあります。ただ、それはですね、あくまで介助者がいての話になるので。できない理由って何かあるんですか？いや、つけるスペースがフレーム上で難しくて。つけるスペースがないんだ。なるほどね。
じゃあやっぱり今後もこうアクティブの人に関しては手で押さえていくっていうことがまずは主流かなってことですね。今まで車椅子って大きく変わるっていうことがなかったし、まあ、海外のメーカーさんとかだとなんかこうちょっと遊びを入れたような車椅子を見ることがあるんですけど、日本のメーカーさんで、まあ、特に松永さんで遊びを入れた車椅子ってあるんですか？とても難しい質問ありがとうございます。実は近日10月中に発売する新商品がありますので、少しお持ちします。はい。こちらになります。一見別に普通だと思うじゃないですか。はい。実はこれ、よく見てください。渋谷さんの車椅子、キャンバーついてるんですけど、キャンバーっていうのは、タイヤのハの字のことです。角度のことですね。はい。ついてる、こちら2度ついてます。はい。こちら今8度ついてます。確かにこう見ると、私のタイヤよりこっちの方がタイヤがハの字になってるのがわかります。だから、車椅子バスケとかの競技車両はよくこうすごいハの字になってると思うんですけど、まあそれに近い仕様になってるってことですね。そうですね。車椅子バスケであった競技車って実は言うと16度とかついてます。でもこれは先ほどの8度なので、ちょうど競技車と日常車の間ぐらいの子なんです。キャンバー、がついてることによって何がいいんですか？このキャンバーをつけることで、よりこのスムーズな旋回であったり、細かい動きっていうのをしやすくなってる。しかも、今開発中なんですけど、お待たせしました。はい、なんだこのでかいタイヤは。めちゃめちゃでかい。今これ開発中なんですけど、こういったマウンテンバイク用のファットタイヤ、太いタイヤをつけることで、屋外でも使いやすいようにっていうふうに今開発中です。なるほど。じゃあ、このやっぱずっといタイヤを履かせて、まあ、例えばあとは前輪をもう少しキャスターを大きいのにすれば、私たちがなかなか行けない砂利道、そうですね。悪路を行くことができるようになるかもしれないとですね。そうです。実際にこれを乗って神社の砂利道を行ってもらったんです。うちの社員にですね。まあ一応行けました、これで。自走で行けたんですか？自走で行きました。めちゃめちゃいい。あとは、うちの社員はキャンプにもこれを、河原にこれを乗って行ったりとはしてますね。なるほど。じゃあ、家にこのタイヤを持っておいて、どっか行きたいなっていう時は変えたりとか。そうですね。また、キャスターもね、簡単に変えれればよりいいかなって思うんですけど、その状況に応じて家で準備して行けるようになったら、私たちの幅が広がるかもしれないし、なんかそういう施設に1個置いといてくれたら、レンタルで、その神社さんで乗るみたいなことができるようになるかもしれない。かもしれないです。はい。松永さんとしては、ちょっと面白い、新しいっていうところも結構開発されてるんですか？そうですね。いろいろチャレンジしておりまして、で、今度あります、ジャパンモビリティショーにてですね、ヤマハさんの方とコラボしまして、コンセプトモデルを出展させていただくことが決まりまして。それは言える範囲で言える範囲で言いますと、本当に近未来を思わせるデザインになってます。アクティブ用の車椅子ってことですか？そうです。アクティブ用の電動の車椅子ですね。ヤマハさんとなので。なるほど、なるほど。ジャパンモビリティショーに行って、それを見ることができるってことですね。いやー、嬉しい。ということで、皆さんからの質問もこんな感じなので、なんかありますか？アピール。そうですね。いろんなご質問であったりご要望いただきましたら、すぐに開発の方にも相談させていただきまして、進めていきたいと思ってますので、皆さんお困りごとを教えていただきたいです。そうです。なので皆さんの声がやっぱり開発に反映されることがあるので、ぜひ YouTube の方でも、できるかできないかは一旦置いといて、こういうのがあったらいいなっていうのは、介護の車椅子もそうだし、MP もそうだし、MP の中のお子さん用とかね、その勝利のところも全てにおいて、皆さんコメントいただけたら嬉しいです。はい、ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さんも最後までご視聴ありがとうございました。